ここで目玉焼きを作っていきます。混ぜ合わせて軽いスクランブルエッグ状の状態を作って、熱々のパスタを加えて、ここに先ほど作った目玉焼きと、はい、こんにちは、シェフのハブヨです。今日は貧乏人のパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、卵、ラード、ニンニク、塩、パン粉です。はい、それでは今日は久しぶりに貧乏人のパスタを作っていきます。で、貧乏人のパスタっていうのは南イタリアのカンパーニャ州の、ナポリの郷土料理と言われていて、第二次世界大戦後に、貧しい時に生まれた料理と言われています。で、この貧乏人のパスタシリーズは僕の YouTube の中で5000万回以上再生されていて、去年のクリスマスには地上波のキューピー3分クッキングでも作らせていただいたパスタ料理です。で、今までは日本人が食べやすいようなレシピを考えて配信をしてきたんですけど、今日はですね、オリジナルのレシピでこれから早速作っていきたいと思います。まずは今日はこの卵は全卵を2つ分使っていきます。で、1つはソースの中で、もう1つは目玉焼きとして仕上げていきます。で、今日本では卵ってとても高くなっていて、全然貧乏じゃないじゃんって思われがちなんですが、イタリアだとですね、昔卵は買うものではなくて鶏が産んでくれて、卵は取れるものっていう感じだったので、日常的に手に入る食材だったんですね。なので、卵がメインで使えるっていう状態です。あとはどの家庭にもあるニンニクです。ニンニクは今日は材料が少ないからこそニンニクのパンチをしっかり出していきたいんですね。で、通常はこのニンニクの芯の部分っていうのを絶対外します。でもニンニクの中でこの芯がとてもパンチがあってえぐみもあるんですね。なのでそのえぐみすらもポジティブな要素として今日は使っていきたいので、このまま潰して、でちょっと粗く刻むぐらい、こんな感じに切ります。そして南イタリアのパスタ料理といえばパン粉です。で、これはですね、昔チーズっていうのも高級品だったので、南イタリアの人たちの知恵でチーズの代わりに香ばしく炒めたパン粉でボリュームとうまみを補ってました。なので今日はですね、チーズの代わりにパン粉をこの後いって使っていきます。そして今日使っていく油はオリーブオイルではなくラードです。で、このラードはこういうチューブのものがスーパーに売ってるので、これをオリーブオイルと同じ量 30g ぐらい使っていきます。で、イタリア料理のパスタって言ったらもうオリーブオイルっていうイメージが強いと思うんですが、当時はオリーブオイルも庶民にとっては高級品で、むしろこのラードの方が身近な存在だったんですね。で、ラードっていうのは、豚を余すことなく使う、捨てないイタリア料理の精神から生まれたものなので、南イタリアだけじゃなくてイタリアの全土で昔のですね、古いレシピとかだとオリーブオイルの代わりにラードが使われていることがほとんどです。で、フライパンに、ラード大さじ2杯分と、で先ほどカットしたニンニク入れて加熱をしていきます。で、ラードの使い方はですね、普通のオリーブオイルと同じです。で、まずはいつも通りですね、オイルの温度を上げてニンニクがフツフツするところまで加熱していきます。はい、それでは今フツフツしてきました。そしたら今日は材料がシンプルだからこそペペロンチーノと同じでじっくりとニンニクの香りを引き出していきます。弱火です。で、ニンニクに軽く色が乗ってきたらここで目玉焼きをまずは作っていきます。で、ラードっていうのは、使い慣れてない人からしたら、どういう油なのかっていうの分かんないと思うので、簡単に説明するとですね、豚の背脂を加熱したら油がジュワーって出てくるじゃないですか、脂身から。で、その脂身を出し切って冷やしたものがラードなんですね。なので要は豚の脂です。で、豚の脂ってことは普通のオリーブオイルとかと違って豚のちょっとした香りもするので、あと油にちょっとした豚の甘みだったりとか風味もちょっと豚っぽい感じがするので、ニンニクとの相性が本当にいいんですよね。なのでパスタを作っているんですが、ちょっとラーメン作りしてるみたいな、そんな感覚にもなります。では今少しニンニクの香りが立ってちょっとラーメンっぽい香りがしてきました。そしたらフライパンをフラットにしてで弱火のままです。ここで目玉焼きを作っていきます。で、アルミフライパンで目玉焼きを作ることがとっても難しいです。
これ下に当たっちゃってうまくできないっていう場合が多いと思うんですが、唯一うまくいく方法はですね、多めの油が入っていることです。油の上に卵を流して油で浮かして焼くイメージでやっていくと、火が入っていく頃には卵が下からしっかり剥がれる状態になるので、このままですね、ちょっと扱わないで加熱していきます。で、卵に軽く火が入ってきたら味付けの塩です。はい、それでは今まだ気持ち中が半生の状態です。でも今日は、このシンプルなパスタだからこそ、いろんな食感が中であるパスタ料理にしたいので、ちょっと半生で仕上げて、上に目玉焼きとしてトッピングでのせて崩しながら食べれるスタイルにしていきます。この下をちょっと剥がして、なんとか外れました。そしてこのトッピングの目玉焼きをお皿でも何でもいいですが、僕はバットにあげておきます。はい、それではこの中には溜まってる油もちょっと一回この中で今日ワンパンでパン粉もやっていきたいので、一旦ちょっと油とこのニンニクは容器に入れておきます。はい、それではパスタ茹でていきます。今日はですね、分かりやすい旨味が入らないイタリアの郷土的なパスタ料理なので、そういう時はですね、ブロンズダイスのザラザラの甘みが感じられやすいスパゲッティを茹でていきます。で、お湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入ってます。はい、それではフライパンの中にパン粉入れていっていきます。で、この時ですね、今油あんま入ってないです。入ってないんですが、実際カリカリパン粉を作る時に油なしでもパン粉にしっかり色つけることができます。で、これで大事なのは、パン粉っていうのは細かいですし、本当に焦げやすいので強火は使わないことです。強火にしちゃうとパン粉に色がつく前に真っ黒系になっちゃうので、カリカリパン粉を作る時は弱火から中火でじっくりとゆっくり加熱する意識で炒めていくと綺麗な色がつくので、そんな感じでいってみてください。はい、それではあっという間にパン粉がきつね色になったので、そしたらですね、ここで塩です。で、しっかり塩をして、要はふりかけみたいな味のついたパン粉を作るイメージです。で、しっかり塩をあえて、はい、これで色づいたので容器に移しておきます。で、このカリカリパン粉はですね、今日はパスタの上に振りかけていくんですけれど、基本的に南イタリアの料理っていうのは焼いた魚にこのパン粉かけてもいいですし、お肉料理にもあるので、ちょっとあるだけで料理に食感がプラスされてとても美味しいトッピングになります。はい、それではソース作っていきます。先ほどのラードとちょっともう今ニンニクがカリカリの状態になってます。で、これを再度加熱をして最終的なソース作りです。はい、それではここに卵を落としていきます。で、卵が落ちたらすぐに塩です。ここでソース作っていきます。で、今日は仕上げにですね、目玉焼きの半生のトッピングがあるので、ここのソースの卵はしっかりと加熱された卵の美味しさを引き出していきたいので、ここで混ぜ合わせて、要は軽いスクランブルエッグ状の状態を作って、そしてニンニクのこのラードのパンチのあるベースでしっかりと炒めたら、はい、このちょっと火が入りすぎたいり卵みたいなこの状態になったら、茹で汁を加えて混ぜ合わせる。そうするとこれが貧乏人のパスタのソースです。ちょっとかきたまスープみたいな、卵スープみたいなベースができます。で、ここでですね、今回ポイントになってくるのが、最初に目玉焼きをやってニンニクチップ作ってカリカリパン粉を作っていったので、フライパンの底にですね、結構香ばしいうまみがこびりついてるんですね。なのでそこをしっかりと洗いながらソースにその香ばしい風味を移していく。
してもうこれであとは仕上げのパスタを加えて和えていく感じですね。はい、それでは茹で上げた熱々のパスタを加えて、あとはパスタを和えて、で今日はここにパン粉とか目玉焼きとかが乗ってくるので、乾いたパスタというよりは気持ち汁気があった方がバランスは取れてていいです。ですが今日は本場の貧乏人のパスタなので、ちょっと本場らしくですね、お皿に盛らないで今日はこのまままかないスタイルで仕上げる形にしていきます。はい、それではパスタにソースがしっかり絡んだので、盛り付けではなく今日はここに先ほど作った目玉焼きと味をつけたパン粉を豪快にかけて、はい、これで貧乏人のパスタの完成です。はい、それではちょっと混ぜてですね、合わせていきます。で今日はこの卵をちょっと崩しながら混ぜて、でこれを皿に盛って食べていきたいと思います。はい、それではいただきます。皆さんこれはですね、本当に現地のパスタ料理っていう感じがしますね。やっぱり今日は分かりやすい旨味が何も入っていません。アレンジしたレシピでは鶏ガラのスープの旨味と、あとはいつも通り分かりやすいチーズの旨味が入っているので、絶対に美味しいパスタ料理なんですね。そこにニンニクのパンチが加わってたり、目玉焼きの分かりやすい美味しさがあるので、とっても美味しいパスタ料理なんですが、今日は郷土的な作り方をしたので、その分かりやすい旨味が何も入っていません。でもだからこそ一番大事になってくるのが、パスタを茹でる時の塩の量です。なので、お湯に対しての塩の量ですね。これを守って作ってみてください。で今日のパスタは分かりやすい旨味が入っていないので、難易度的にはものすごい高いパスタなんですね。なんですが、今までですね、ずっと僕の動画を視聴してくれていて、いつもパスタを作ってくれている皆さんにこそですね、このパスタに挑戦していただきたいなと思います。で今日本だと結構オリーブオイルの価格が高騰していて、ちょっと高級オイルみたいな位置づけになってるんじゃないかなと思います。なんですが今日みたいに、ラードを使うパスタ料理っていうのはそもそもイタリアで昔から作られている伝統的な作り方であるので、たまにオリーブオイルの代わりにこうやってラードでやっても豚の甘みがしたりとか、すごい面白いパスタ料理なんですね。なんで香りが強すぎるオイルではなければ、例えばごま油とかさすがにちょっと難しいかなと思うんですけど、その他のオイルであれば基本的に美味しいパスタ料理というのは作れるので、オイルにとらわれずにいろんなパスタ料理に挑戦してみてほしいですね。はい、ごちそうさまです。今日の貧乏人のパスタなんですけど、ぜひ現地を感じられるパスタ料理になっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。